皆さんこんにちは。ゆるいぞ IT チャンネルです。早速ですが皆さんはインスタグラムからこのような通知が来たことはないでしょうか？基本的には普段使ってないデバイスからログインするとインスタから通知されるものなんですけど、例えばいつも iPhone とか Android を使っていて、普段使ってないタブレットとか他のデバイスでログインするとこんなような通知が来るんですよね。ただ身に覚えがある場合はいいんですけど、何も覚えがないのに通知が来る場合はちょっと厄介で、その場合はアカウントが乗っ取られて第三者がログインしているとか、あとはアカウントの情報を収集されているとか、そういったことが考えられるんですよね。要するにユーザーとパスワードのアカウント情報が漏れてしまっている状態になってますよと。アカウントの乗っ取りっていうのはそのままの意味なんですけど、情報収集って何なんですかっていうことで、今回はそれがどういったことをされているのかっていうのをちょっと見ていこうかと思います。いつもはローカル環境を使ってコマンド叩いたりしてるんですけど、さすがにちょっと今回はインスタ向けに実行するわけにはいかないんで、調べた情報なんかを織り交ぜつつ解説していきますね。で、これインスタの利用規約見てみると、自動で情報取得する行為は禁止事項に当たるんで、この動画を見てやり方が分かったからって言って、やらないようにそこは気をつけてくださいね。まずは情報収集が何ですかっていうところなんですけど、OS イントグラムっていうオープンソースのツールがあって、それを使うことでユーザーのプロフィール情報とか、あとは投稿している画像とか動画に関連するデータですね。ネームスタンプとか URL とか位置情報とか、その OS インスタグラムっていうのを使うことで結構いろんな情報が取得できますよと。今回はいつも使っているカリ Linux にインストールするんですけど、Python とか PIP が使える環境であれば、何でも大丈夫ですね。まずは OS イントグラムのツールが GitHub にあるんで、そこからコピーしていきますよと。そうすると2のフォルダに OS イントグラムのディレクトリができるんで、そこに移動します。で、中身を見るとコンフィグファイルとか、あと、Python のプログラムとか、そんなようなファイルがありますよと。次は PIP でパッケージを一括でインストールしますよと。成功するとサクセスフリーインストールっていう形で、こんなような表示が出ますね。次はコンフィグのディレクトリの中身を見てみると、credential.ini っていうファイルがあるんですけど、この中にターゲットとするアカウントのユーザー名と、あとはパスワードですかね。それを追記しますよと。ツールのインストールと設定が完了したんで、これで実行すると、今回はゆるいぞっていうアカウントがインスタ上にないんで、これは失敗するんですけど、で、これログインに成功するとですね、こんなような起動画面が返ってきますよと。画面の下の方にターゲットとしたアカウントのメールアドレスとか、あとはユーザー名が出ますね。で、ここでリストって打つと収集できる情報が一覧で出てくるんですけど、結構取得できる情報っていろいろあって、フォロワーとかフォローしてる人のユーザー名とかメールアドレスの取得、あとは電話番号なんかも取得対象に入ってるみたいですね。それ以外にも投稿してる写真とか動画とか、あとはストーリーなんかも一括でダウンロードできたりとか、あとは写真にコメントしたユーザーのリストとか、タグ付けしたユーザーのリストっていう、このあたりも取得できるみたいですね。で、これがですね、実際に fwings email っていうコマンドを叩いた結果になるんですけど、表示結果には ID とかユーザー名とか、あとはメールアドレスですね。そのあたりがずらずらと表示されてますね。もう一つのがアドレスっていうコマンドを叩いてるんですけど、これはその投稿した写真とか動画に登録してある住所ですね。その情報が表示されますよっていうコマンドなんですけど、こんなような感じで投稿にタグ付けしている情報がずらずらと出るみたいですね。他にもいろいろコマンドを実行してたんですけど、今見てもらったものが初めに言った情報を取得してくるっていう行為になりますね。あくまでもアカウントの乗っ取りとか、今回やった情報収集っていうのは、ユーザー名とかパスワードが第三者に漏れてる場合に起きるんで、基本的には問題ないと思うんですけど、乗っ取りなんかっていう事例は実際に報告されてるんで、十分に気をつけてもらえればと思いますね。前回の動画でヒドラのコマンドでユーザー名とパスワードの解析をしたと思うんですけど、あのコマンドインスタでは使えないみたいですね。おそらくインスタ側で何かしらの対策みたいなのがされてるみたいなんですけど、仮に身に覚えのない通知が来た場合っていうのは、パスワードを変更したりとか、あとはインスタのサポートに連絡するとか、何かしらの対応をした方がいいかもしれないですね。それ以外にも対策としては2段階認証とかも対応してるみたいなんで、心配な方は実施しておいた方がいいんじゃないかなと。ということで今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。